こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と鈴木です。本日もよろしくお願いいたしお願いいたしま。ますはい、今日はですね、介助が劇的に上手くなる支持基底面と重心の考え方ということで、鈴木さん、支持基底面ってのは分かりますか？何回もやってますけど、あれですよね。足を広げる感じですよね。そうですそうです、足を広げる感じですと重心の考え方、この位置関係ですね、支持基底面と重心の位置関係をしっかり覚えていると、立ち上がり、異常、起き上がり、何でもそうです。もうこれだけでかなり介助の、コツっていうのを抑えることができますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を発信していますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。以前のショート動画で紹介したおすすめの転職サイト、介護ワーカーさんは、概要欄にリンク貼っていますので、気になる方はぜひチェックしてください。ということで、じゃあ実際に、支持基底面と重心ってことで、まず何なのかってところからね、しっかり説明していきたいなと思いますので、ぜひ、ご視聴ください。まず、支持基底面について説明したいと思うんですけど、支持基底面っていうのは、ちょっと立ってください。立つのが一番わかりやすいですね。立ってる間の支持基底面っていうのは、ここですね。左足と右足を囲んだところですね。なので、足を広げてみてください、横に。はい。じゃあ、これで支持基底面は横に広がったって感じですね。じゃあ、この縦に広げてください。はい。これで前後、斜めに支持基底面は今広がったという認識でいいと思います。はい。じゃあ座りましょうか。じゃあ座ってる時の支持基底面ってどこにあるのかなんですけど、足の裏と、あとお尻ですね。支持してる面積ですね。そこの、基底面、そこが基底面っていうところになってきます。なので座ってる方が立ってる時よりも支持基底面は広いので安定してますよね。はい。じゃあ、重心ですね。じゃあ重心一回立ってみてください。はい。重心っていうのは人間立ってる時、一番分かりやすくおへそやと思っててください。おへそに重心があります、立ってる時は。じゃあ座ってみてください。はい。じゃあ座ってる時はどこにあるのか、これまたおへそでいいと思います。はい。基本的にそこだけ押さえてくれたらもうあとは簡単なので、じゃあ何が言いたいかなんですけど、支持基底面の中に重心があるから立ってられるんですね、人はね。なのでちょっと足を軽く閉じてみてください。はい。はい。じゃあこの状態で今支持基底面はちょっと狭くなりましたね、閉じたことによって。はい。この支持基底面から重心がはみ出してしまうと人は立ってられないです。おへそが支持基底面の上からはみ出すと立ってられないですね。踏ん張ってもね、立ってられないです。はい。じゃあこれちょっと横向いてください。はい。はい。支持基底面、横から見ても一緒ですね。足の間にあるので、重心が支持基底面からはみ出すと立ってられないですよね。はい。っていうのが、支持基底面と重心の考え方なんですけど、じゃあまず足しっかり広げてみてください。はい。こうすると支持基底面は横に広がりました。なので重心は横の動きが強くなってきます。はい。もちろん筋力があるからある程度踏ん張って支持基底面から重心がはみ出さないように頑張る力っていうのは非常に大事になってくるんですけど、広げることで支持基底面を広げることでより安定しますよね。でも今横に広げただけなので前後の動きには弱いですはい、弱いです。はい。じゃあどうしたらいいか、斜め前に踏み出す。そしたら横にも強いし、ある程度前にもある程度踏ん張りが効くようにはなりますよね。はい。っていうのが重心と、支持基底面の考え方。じゃあ座ってみてください。はい。じゃあ横向いてもらいましょうか。横向いて、はい。じゃあちょっとね、これで立ち上がりです。介助の基本的なことで、立ち上がり、椅子に座ってる状態から立ち上がり、もしくは椅子に座ってる状態、ベッドに座ってる状態から車椅子の移動っていうのは基本的な、介助のシーンになってくるかなと思うんですけど、さっきの立ってる時の重心と支持基底面の関係は分かったと思うんですけど、座ってる状態っていうのは今重心がおへそやと思っていただいたら支持基底面の中に収まってるんですが、次ちょっとごめんなさい、もうちょっと重複しますが、立ってもらうとここですよね。要は座ってる重心の位置ってこの辺にありました、おへそなので、ここからここまで持ってこないと人って立つことができないんですね。なので重心の位置がおへそのまま、この位置のまま例えば真上に立ち上がろうとしたら立てないですよねそれは支持基底面、足の中に重心が収まらないから立てないんです。じゃあどうしたらいいかですけど、いつもね介助の動画で言うようにお辞儀してできるだけおへそを重心、支持基底面、足の方に持っていきたい。プラス
まあ曲げすぎは良くないけど、少し曲げてあげると支持基底面と重心の距離がちょっと縮まりますよね。なのでこれでより立ちやすくなるってことです。もちろん立ち上がりとなると足の筋力とかもかなり必要になってくるので、そこはちょっと省いた状態で説明しますけど、これができないと立ち上がりができない、重心移動ができないと立ち上がりができないです。でもちろん座る時も一緒で、このまま、重心を後ろに座るので、ここに重心を戻したいとなった時に、勢いよく座ろうとしちゃうとゴンっていっちゃいますよね、なのでこれで圧迫骨折の原因になってしまうので、座る時もお辞儀をしてくださいっていうのは、重心をできるだけ足の上に残したまま膝を曲げていく。そうするとゆっくり座ることができます。できるだけ足の上に体重、重心を残した状態でまず腰を落として、そこからゆっくり後ろに座っていただくことで、ゆっくり座ることができるんですけど、これを介助でも応用すると、立ち上がり異常の際に、どうしても今みたいにね、上に介助しようとしちゃうと、立てないですね。それは何でかっていうと、さっき言ってるみたいにやっぱ前に持ってこないといけないので、前に誘導してあげないといけないので、できるだけお辞儀を誘導してあげて、この支持基底面に重心を持ってくるってことです。なので、お辞儀をしていただいて前方に介助することが大事になってきます。はい、これができてないから、結構ね、異常とか苦労される方は、お辞儀をしてるつもりでも足りてないとか、お辞儀をしたのはいいけど、そっからまだ上に持ち上げようとしちゃう。せっかくお辞儀したのにまた上に持ち上げようとしちゃう。それじゃ一緒。なんでかというと、お辞儀した時の重心って、若干おへそよりかは前に重心移動しますけど、それでもまだまだ足の上には乗ってないので、この状態で持ち上げようとしても、この辺に重心があったとしても持ち上げようとしてもまだまだ足りないから、結局、介助量が増えてしまう。なのでお辞儀をしたところからさらに前に誘導してあげると、それだけ、支持基底面に重心が乗ってきやすくなるので、介助量も減るってことですね。はい、わかりますか？わかります。はい。なので今のを異常にも応用していくってことですね。じゃあ今度は異常なんですけど、ここに車椅子があるとしましょうか。はい、ここに車椅子があるとして、じゃあ移乗するってなった時に、支持基底面を広げるのに足と重心の位置関係プラス手が使える方であれば、ここ持ってもらいます。アームサポートですね。もしくはベッドあるんでここでもいいですね。ベッドのこの介助バーとかフレームを持っていただくと、これだけ支持基底面はさらに広がるってことですね。なのでより安定性が増すんで、重心の移動できる幅も広がって移動しやすくなります。ちょっと今こういう距離がありますけど、なのでアームサポートを持ってお辞儀を促して、手であったり足に体重をうまく乗せながら移乗していただくと、より介助量も少なくて済む。それをちょっと考えるだけで全然違ってきます。なので極端な話、足が前に出過ぎてると、せっかくお辞儀してもまだ距離があるので、もっともっと前に誘導しないといけないので、介助量多くなるし、今度足がね曲がりすぎてると、それはそれで立ち上がった時に重心が前に行き過ぎてしまう。膝の裏が椅子に当たってしまって膝が伸びず立てなかったりとか、そういうところもあるんで、近づけすぎるんですけどやりすぎないとこ、90度よりちょっと曲がってるぐらいがベストかなと思います。なのでそこだけ意識していただくと、本当に立ち上がり異常っていうのがもうすごく楽になります。でちょっと今日は飛ばしますけど、起き上がりもそうですね。起き上がりの時、寝てる時の重心の位置って、それまたおへそでいいかなと思うんですけど、起きた時のオンエルボー、肘に体重乗せて起き上がる時に、じゃあ次はこの重心をどこに持っていくのか、そういうのを考えながらやると、より分かりやすくなる。起き上がりなので寝てる位置から起きた時、座ってる状態まで持っていくわけですね。じゃあ座ってる位置のおへその位置と寝てる時のおへその位置の位置関係で、ずっとおへそにあるわけではないので、寝てる時っていうのは寝返りして手をついて起きる時のに、じゃあどこに今体重が一番乗っかってるのかなっていうのを考えながら、それをどういう風に移動させていくのかなっていうのを考えながら介助誘導していくと、より介助っていうものが楽になるのかなと思いますので、その辺はぜひ意識してみてやってみてください。ということで今日は、支持基底面と、重心の考え方ですねを説明させていただきました。では鈴木さん、ワンポイントアドバイスお願いします。アドバイスはないんですけど、質問で、支持基底面を広げるっていうので、立ち上がりの時に例えば、足これ広げたらどうなりますか？立ちやすいんですか？
足広げすぎると単純な話、じゃあ極端にしましょう。もっと広げてみてください。はい。もっと。もっと。はい。立てますか？立てます。はい、立てますね。でも、立ちにくくないですか？立ちにくいですね。やっぱり人って効率のいい動き方ってあるとは思うので、やりすぎは良くない。じゃあどこまでやったらいいのか、大体肩幅ぐらいでいいと思います。で、最後にごめんなさい、言い忘れてたんですけど、利用者さんの指示規定面と重心も考えないといけないけど、介助者自身の指示規定面と重心も考えないといけないです。最後にじゃあ少しだけ、僕が鈴木さんの立ち上がりを解除するときに足閉じたままじゃあ行きますねっつってこうやってても、今度僕の重心が、指示規定面から外れて共倒れしても困るので、この辺はしっかり広げて、これも広げすぎてもダメですけど、ある程度自分が動きやすい位置を見つけてもらって、その位置でしっかりやるってことですね。これぐらいやったら、鈴木さんの体重がかかってきても踏ん張れる位置になってくるなっていうのを考えながらやっていただくとよりやりやすくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、いつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術を発信していきますので、ぜひチャンネル登録応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。